いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはクロダイ、チヌを解説していきます。磯釣りではメジナと人気を二分するターゲットです。その他、ボートから狙うかかり釣りや堤防の落とし込み釣り、サーフからの投げ釣り、さらにルアーフィッシングまで様々な釣りのスタイルで楽しまれています。今回のクロダイ、チヌを学ぶことによって、クロダイ、チヌの生態や習性など知ることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。一年中、全国の浅場で狙える。3歳までは両生個体。主食は二枚貝、甲殻類、多毛類。この3つについて解説いたします。一年中、全国の浅場で狙えるについて解説いたします。分類は、スズキ目、スズキア目、タイ科、黒ダイ属。黒ダイ属の近縁種に、キチヌと呼ばれるものがおります。腹びれ、尻びれ、尾びれが黄色いので、キビレとかキビレチヌなどと呼ばれています。関西より西ではチヌ、北陸ではカワダイなどと呼ばれます。出世魚でもあり、関東ではチンチン、カイズ、クロダイと呼び方が変わります。北海道より南の日本各地、ただし奄美大島より南の南西諸島には見られず、それらの地域では南クロダイ、南洋チヌ、ヘダイなどといった近縁種が分布します。岩礁から砂泥底まで幅広く生息します。水深50メートルより浅い沿岸域に生息するため、タイ科の魚では珍しく、陸の磯や堤防から狙う釣り方が多いです。汽水域でも生活できるので、河口付近も釣りのポイントになります。大きさは最大で70センチメートルほど。釣りでは20センチメートルから50センチメートルが主なターゲットになります。一般的な防波堤釣りで釣れるのは40センチメートル程度が多く、50センチメートル以上に成長するには10年以上かかることから、年なし。60センチメートルを超えると60と呼ばれます。30センチメートルまでのサイズはチンチンやカイズと呼ばれます。釣れる時期はほぼ周年で、ベストシーズンは3月から5月と10月から11月。クロダイが捕食活動を行う適水温は10度から30度で、防波堤釣りの対象魚としては最も幅広い水温への適性があります。また、堤防の落とし込み釣りでは真夏が最盛期となります。クロダイは春になると産卵のために浅瀬に上がり、積極的に捕食を行います。このタイミングのことをノッコミと呼びます。ノッコミは大型のクロダイが出やすい時期で、1年の中で最もクロダイ釣りが盛り上がるシーズンとも言えます。暖かい時期ほど浅瀬に上がり、水温が下がるほど深みへ入ります。3歳までは両生個体について解説いたします。関東地方での産卵期は4月から5月。海水魚で最も一般的な分離浮遊生卵を産み、それぞれの卵はバラバラに分離していて、海水に浮きます。およそ2日で孵化した仔魚は、1ヶ月ほどの浮遊生活をして、10mm 前後の稚魚となります。稚魚は湾の内側の浅いところの藻場や沖からの波が崩れ始める位置、最波帯から海面と陸地との境目線、底線まで生活し、7センチメートル前後になると、河川の汽水域や岩礁帯へと生活の場を広げていきます。クロダイは性転換する魚です。1歳15センチメートルでは両性の生殖腺を有するが未成熟です。
2歳 23cm では、多くが機能的にオスとして成熟した両性個体となり、3歳 27cm では、メス、オス、どちらかの生殖腺が消失し、性が分離し、成熟したメスが見られますが、3割は両性のまま機能的にはオスとなっています。4歳以上で性が分離します。多くは両性の生殖腺を持つ若い魚ではオスとして成熟し、高齢の魚ではメスとして成熟します。主食は二枚貝、甲殻類、多毛類について解説いたします。警戒心が強く、釣り人には人気のターゲットです。イガイやアサリ貝などの二枚貝類、カニやエビなどの甲殻類、ゴカイやアオイソメなどの多毛類を主に食べます。釣り餌にも同じものを使います。ただし、海藻や小魚を食べる場合があり、コーンやスイカを餌として狙うこともあります。釣り方と食べ方について解説いたします。磯や堤防では浮き深瀬釣り、落とし込み釣り、団子釣り、投げ釣りなど、湾内に設置されたイカダからはイカダ釣り、係留された船、カセからはカセ釣りで狙います。美味しい食べ方、淡白な白身で美味だが、生息環境によっては磯臭さを感じることもあります。刺身や塩焼き、煮付けなど和風料理のほか、ムニエルやアクアパッツァなども美味しいです。クロダイ、チヌのポイントを解説していきます。クロダイは同じ場所に留まっているわけではなく、海底の砂場をうろうろと泳ぎ回り、一般的な防波堤であれば、意外とどこでも手軽に狙える魚です。大都会の港湾部でも狙えるため、釣り場にこだわる必要はなく、よく行く釣り場でクロダイがいそうなポイントを見つけた方が釣果につながりやすいと思います。いつものように結論から見ていきましょう。どこでも釣れる。春夏秋冬釣れる。昼も夜も釣れる。この3つについて解説いたします。どこでも釣れるについて解説いたします。一般的な防波堤でクロダイが釣れるポイントを見ていきます。代表的なポイントは次の7つになります。鳩先端、テトラ体、港内の角、石積みの鳩、加工、スリットケーソン、沖堤、それぞれ詳しく解説していきます。鳩先端は海釣りでは潮通しのいい鳩の外向きを狙うのが一般的ですが、クロダイは潮の流れさえあれば、外向き、内向き関わらず狙うことができます。潮の流れと合わせて水深がある場所の方がクロダイの魚影が濃い傾向にありますので、先端付近は絶好の好ポイントになります。テトラ体は防波堤や護岸の沖向きに設置されているテトラポット、消波ブロックも絶好のポイントになります。潮通しのいいテトラ体は全てがポイントになりますが、その中でもテトラの切れ目や角になっている場所は複雑な潮の変化を生み出すため一級ポイントになります。一部分が飛び出していたり、一部分が崩れてしまっているような変化がある場所も狙い目です。港内は比較的穏やかな場所で狙うのであれば、角付近やケーソンブロックがずれていたり、隙間が広く空いている場所が潮の流れに変化が生じるポイントになります。餌となる小魚や岩ガニなどの餌が豊富な場所、特にイガイがついているような場所であれば、鳩際でもクロダイは寄ってきます。浮遊するゴミが流れないような場所では期待が少なくなります。石積みの鳩は河口部に近く、磯にも隣接した釣り場になっており、
このような場所は一級ポイントになります。特にのっこみの時期などは、磯際に近いポイントが良く、大型のチヌが期待できるポイントです。汽水域の河口部はいいポイントになります。濁りの入りやすい場所ということもあり、比較的クロダイの警戒心が緩むポイントです。ただし、ある程度上流域で狙うのであれば、潮の流入が期待できる満ち潮のタイミングを狙うのがいいでしょう。似たような釣り場で河口とは違って運河があります。浅場、シャローのルアーフィッシングで狙うのであれば、運河は超おすすめのポイントになります。水深が1メートルほどしかないような浅場でも、マズメジと夜釣りの限定であれば、十分な釣果が期待できます。スリットケーソンと呼ばれる護岸を形成するブロックの中には、内部に海水が出入りする構造になったものがあります。ただの壁とは違って、鳩に当たる潮流に変化が生じ、餌も豊富なこともあって、スリット内部にはクロダイをはじめ様々な魚が住み着いています。普段人が寄りつかないような場所であれば、日中でも鳩際で狙える超一級ポイントになります。沖堤。沖の一文字は水深も十分にある潮の流れのいい釣り場です。特に釣り場にこだわる必要はなく、風の影響などを考慮して釣りがしやすい場所を選ぶ方がいいでしょう。磯場のない都会では、のっこみが最初にスタートする場所と言ってもよく、場所によってはまだ冬の時点から大物が数上がる釣り場もあります。春夏秋冬釣れるについて解説いたします。釣れる時期は地域によって異なりますので、水温などを参考にしていただけたらと思います。基本的には水温の高い夏は浅瀬の堤防や河口、運河、水温が低い冬はある程度水深のある鳩で狙うのが効果的となります。鳩釣りのクロダイは1年を通して釣ることができます。クロダイが捕食活動を行う適水温は10度から30度で、堤防釣りの対象魚としては最も幅が広い水温への適性があります。クロダイが活発に捕食する最適温は15度から25度となります。この水温であれば水深10メートル以下の浅場で十分狙えることができます。10度を下回ると10メートル以上の深場でないと鳥海の期待は少なくなります。量計サイズが最も期待できるシーズンは水温が16度を超えると始まるのっこみと呼ばれる時期になります。この時期は鳩よりも岩礁帯の多い磯や磯が近くにあるポイントが期待できます。漁港内など堤防での数釣りを楽しむ場合は活性が高い7月から11月頃が狙い目です。しかし夏から秋にかけては餌取りの魚が多い時期にもなりますので、団子釣りや落とし込み釣りなどが効果的です。水が澄んでいるような釣り場でも雨が多い6月から7月の梅雨時期に濁りが入って釣れることもあります。昼も夜も釣れるについて解説いたします。一般的な魚はいわゆるマズメの時間帯がよく釣れると言われますが、クロダイは時間帯や潮の状況に応じてポイントを選べば昼夜問わず狙うことができます。朝、夕のマズメは浅い場所に上がってきます。テトラの駆け上がりや鳩場の穴の中などで狙えます。日中は少し大きめの底付近を回遊していたり、鳩場は沈みテトラの切れ目付近にいますので、棚は深めに設定して狙います。日が沈むにつれて夜になるとテトラや鳩際に沿って浅場まで上がってきます。夜は警戒心も薄くなるため夜釣りでも効果が期待でき、この時間に釣れるクロダイは大型が多くなります。潮が完全に止まっている時間帯は活性が落ちるだけではなく警戒心も高くなるので厳しい釣りになってきます。しかしクロダイは潮止まり前後2時間が狙い目とも言われています。潮止まりは釣れる時間帯の目安として考えるとクロダイ釣りが楽しくなります。
今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。